国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。この間、交流員の皆さんが日本に対する印象について話しましたが、今回はお互いの国の印象について話したいと思います。できるだけ日本に来る前のお互いの国の印象をシェアしていただきたいと思っています。皆さんの印象を聞きたいと思いますが、その前に、私が予想する皆さんの印象は、お願いします。インドといえばスパイス&カレーそれとボリュードとよく聞きますが、皆さんはいかがでしょうか。はい、発表します。数学が得意。親が厳しい。あと競争が激しい。なんか人口が多い割に、なんかみんな頑張って1位になりたい印象があります。映画すごく上手です。はい。私も数学がうまい。なるほど。そう、牛が大切な存在だと思われている。絵が可愛い。絵が可愛い。インドといえばスパイスの国。はい、じゃあちょっと多分皆さんの印象の中でアンソニーが一番違ってたから、ちょっと、なんでそういう印象。なんか、親が厳しいのは子供のために全部を決めておきたい印象があるし、競争激しいっていうのが人口があれだけあって、もう頑張らないと生活はできないから、数学だったりYouTube のなんかチュトリアルとか、なんかインドの動画がたくさんあって、たくさんあるから、たくさんなんか私がその1位になりたいっていうイメージが多いし、確かにネット企業とかその IT 企業のなんかトップ、特にアメリカに行ったインド人とかがものすごく世界トップの企業の中のなんかトップの人が多いイメージもあります。じゃあまずは私の予想ですけど、多分これかな。カブできる。確かにその印象を持ってる人多そう。はい。すべての発祥地。文字を発祥しただけあって、もう全部を開発したイメージがあります。これです。食べ物の種類が様々。とても多いイメージが。そう。伝統医学、その漢方とかそういうイメージが結構強いです。声がね、小学生みたいで可愛い。そうだよ。大気汚染 BS 自然豊かのギャップがすごくて、はい。なるほど。はい、私は監視。やっぱり。なるほど。それぞれだね、これは。結構日本で中国料理って辛いですかとか聞かれるんですけど、でも本当は地域によって違いますね。麻婆豆腐とかの地域とか、それは四川だったり南の方は結構辛いのが多いんですけど、でも辛くない料理もいっぱいありますから、はい。謎の拍手。次はアイルランドの印象を聞きますが、まず僕の予想はじゃがいもだっけ。定番の緑です。私の印象も定番の緑です。
もう本当にごめんなさいなって言いたいんですけど正直ね街に来る前にないないいう緑仲間みたいな感じなんですけどもうとりあえず考えたことがなくてですねすみません一番近い国からちょっときついね。インスタグラムに続いてごめんなさいなんですけど遊びていただきましたケルトっていうイメージ今さんそれぐらいですすいません私のイメージなんですけど、これは多分中国にいた時テレビ番組とかで見て、みんななんか硬い靴を着て踊れる番組見て、それでアイルランドイコールこのダンスだと思ってます。なんかたくさんありがとうございます。これね残念ながら多分じゃがいもしかないと思ったけど、なんかじゃがいもすらなかったんですね。でも緑ありますよ。緑は嬉しい。もう一個あったけど、それはあれだからちょっと会社の名前になっちゃうからアピールの印象持ってくれてありがとうございます。一番ねね。次はじゃあ韓国の印象を見る前に私の予想です。私の予想は韓国人はみんな気が早い。なんかパリパリっていう言葉が有名らしくて予想してみました。あんまり考えてこない。そうなん僕ね自分で考えたことはなかったけど、なんかネットでよく見た。なんかソウルはなんか一番東京と違うのは押されない。普通のバリバリしててアイルランドもそうで悪いことだと思ってないです。韓国人はスキンケア、肌ケアに対するスキンケアに対する意識が高いという印象です。よく言われますね。とりあえず美容の国だけど清潔とのギャップもあって結構話題になってたフランスです。私は多分入り口がこれだったのでこれが強かったけど、K ドラマとK ドラマK ドラマ音楽がすごくいいっていう印象を持ちました。ちょっとソラちゃんに似てるところがあるんですけど、日本人の中でも結構みんな歌やダンスが上手っていうイメージがネットゲームとお酒が大好きな印象が強い。ネットゲームに韓国人のユーザーネームが出てくると危ない。なんかアレルギーが多いけど、なんか強いお酒をよく飲む印象があります。私が大好きな韓国の文化はお酒飲んで歌って踊る。一つ面白いちょっと変わった豆知識。なんか韓国人は汗が臭くないらしい。そんな人いない。男性のクラスに体育の時間終わって入ったらもうすっごいよダメ。でも他の人の汗外国人の汗の匂い嗅いだことないから比べる機会がなかったかもしれないけど。でもじゃあ運動したくないらしい。検査しよう。みんな走って。はい、やめましょう。アメリカといえば銃好きが多い国です。いやまたすごいね。独特で可愛い。でも一応考えてたんだけど別のことにしてアメリカの問題はいやたくさんあるから。じゃあこれかアメリらカの問題をね。これから問題聞かんよ。印象。2つにしました。
全部大きい建物、道路、料理のこっち量そうとテンション高いとりあえずそのイメージが強いかなと思います。テンションも大きいね。あとは人。あえて言います。とりあえず最初はあったのはニュースでよく出てくる国。すごく中心的な存在だったと思う。政治の話がよくインド人するのが好きなので。もう多分アイルランド人でアイルランドの政治よりアメリカの政治の方が詳しい人が多いと思う。私のアメリカに対する印象は小さい時から見た現代ドラマもそうなんですけど、もう大体中国のドラマで主人公は、どっかでなんかアメリカに移住するか、それともなんか勉強に行ったか、だから移民大国だなって。誰かと被ってる。すべてが大きい道、建物、食べ物、飲み物。すごい。これ確かにイラストがすごい。最初のプランは太りすぎて立てない自由の女神。手にあったのはこんなものだったけど、ちょっとそれは意地悪すぎてやめました。それと悩んだんですけど、やっぱりアメリカといえばこれ自由と多様性。みんなの印象結構バッチリと思います。さすがニュースによく出てくる国、結構。ちなみに昔は映画館でアルバイトしてて、飲み物のカップサイズ本当にバカバカらしいほど大きすぎて、なんか日本のマックとアメリカの映画館のカップサイズの比較があって、で日本の L サイズはアメリカの S でした。じゃあ最後はフランスなんですけど、フランスってロマンチックでしょう思います。これは自分の印象というよりは当たりでよく聞いてたもので、多分私の印象としてもちょっと定着した部分だと思うんですけれども、伊沢が言ったように、フランスっていうかフランス語が、世界で一番ロマンチックな言語だって言われてましたので、フランス語イコール愛の言葉っていうイメージ。それは愛という意味の皆さんに謝らないといけない。謝るの？はい、発表します。有名な文学者とか芸術者がめっちゃ多いっていう印象なんですけど、謝らないといけないところがあります。ひまわりを描いたんですけど、調べるまでずっとゴッホはフランス人だと思い込んでいました。はい、フランスに住んでた時期で、そこで描いた絵が多いですね。そう、だからここにあってもいいかなって思うんですけど。それ面白いね。日本に来てからよくショパンもフランス人ですって言われるんだけど、フランス人じゃないよ。ただ住んだ時はね多かった。僕は、いざと違ってフランスの印象はたくさんあります。いろいろ言えますが、面白いと思った印象はこちらです。プライドプライドが高い。花が怖い。自分の国、自分の文化、料理、言語が大好きなイメージで、ちょっといじった印象にしました。でも自分の国に対してプライドを持っていること自体がいいことですね。アメリカ人もこういう印象だけど、国にとって当然なことに。バゲットっていい。すごいなんかこんな紙袋に入ったバゲットを持って歩いてるなっていう、一回も行ったことないですけど印象があります。フランスといえばフランス人の男性はナンパ。ちょっと待って、フランスじゃなくてイタリアでしょ。イタリア。いや、アメリカ人としての印象。
アメリカの子供たちみんな子供向けのアニメを見てて、でその中にルーニー・トゥーンズっていう結構有名、バグズ・バニーとか、その中にフランス人の男性のなんていう雰囲気のあるスカンクがあるんですよ。ペペレピュー。で、彼はすっごいもうナンパしがちで、そこから多分多くの人、ちょっとフランス人の男性、ちょっとナンパ好きな人だなって。でもね、なぜかアメリカ人の女性、フランス人の彼氏がみんな憧れてるんですよ、なぜか。よくわからないんですけど。それだな。隣に書いてあるロマンチックなこれフランスパンじゃなくてバゲットにしてくれた。そうだね。しかも歩きながら食べてるから。そうもう完璧だね。完璧だ。で、プライドが高いっていうのはちょっと問題だなって時々私が思ってるんだけど、合ってるのよね。よく言うのは英語で話してても、向こうは分かっててもフランス語で返すとか、英語圏の人の前で英語で話しても間違っててたらプライドが抜けるとか、そういうのが強くてちょっと変えてほしいかなと思うんですけど、皆さんいかがでしたか？私たちのお互いの国への印象を聞いたら、びっくりしたことや面白く思ったことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ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 。